えのボイスパントリー。皆さんこんにちは。この番組はナレーターの私とはいえが日々の出来事や思ったことなどをのんびりとおしゃべりするポッドキャストです。つい先日 YouTube を見ていたんです。私は自分自身も YouTube 番組を配信していますけど、もちろん他の方の YouTube もよく見ています。その番組の内容にもよりますけど、最近はテレビよりも YouTube の方が気持ちにしっくりくる場面が多かったりして、旅行 Vlog だったり、料理動画だったり、以前にお話しした編み物動画なんかもよく見ています。で、今回はお笑いコンビのハリセンボンさんの YouTube チャンネルを見ていたんです。ハリセンボンさんの YouTube チャンネル、のどかでゆっくりしていて好きなんですよね。添い寝ラジオって言って、お二人で布団に入ってトークするやつとか、もうあれはね、企画から面白いですよね。あと、朝食食べようっていうのも好きで、お二人が美味しい朝食を出すお店でロケをして、食事をしながらトークするっていうものなんです。で、先日は日本橋小伝馬町の台湾料理のお店オルソーさんで朝食ロケっていう回を見たんですけど、台湾料理美味しいですよね。ああ、いいなーなんて思いながら見てたんです。ここから先はちょっとだけネタバレにもなっちゃうかもしれないので、もし楽しみにしていてまだ見てないんですという方がいらしたら、このお話スルーしてくださいね。ハリセンボンのお二人が台湾料理を食べながらおしゃべりをしてまして、でスマホを見た時に春菜さんがそのスマホをちょっと遠ざけないと見えないみたいな話になりまして、そこから老眼のお話になったんです。お二人は40代、そろそろ心配な時期だと。で、やっぱり老眼ってなかなか本人は受け入れづらくて、その理由がまず名前なんじゃないかと。老眼って老いる目って書くけど、老いっていう字がネックだと認めたくないってなっちゃうから、老眼っていう名前変えませんかっていうようなトークになったんですよ。そして春菜さんが、それは防ぎようがないことで、みんなそうなっていくんだし、だったらせめて怖い名前をやめよう、素敵な名前にしてみようっていうことをおっしゃったんです。もうこれはね、私も見ながら激しくうなずきました。ほんとそうだなぁと、もっといい呼び名あったらいいのになぁなんて思ったんです。で、そこではるかさんにちょっといい名前出してみてって振ってるんですね。そしたらはるかさんがってあの感じで少し考えた後にAGI って言ったんです。その時私大笑いしてしまって、飲んでたお茶吹いちゃったんですけど、AGI いいじゃないですか。私これから AGI って言おうと思いました。もう積極的に使っていきたいと思います。ですね、ちょっと横道にそれちゃうんですけど、昔色モネアっていううっちゃんなんちゃんが司会をされているお笑い番組があって、ハリセンボンのお二人が出場したことがあるんですよね。で、その中で一発ギャグとかショートコントとかサイレントとか、いろいろ競うジャンルがあるんですけど、いろんな小道具を使ってボケるっていうモノボケっていうジャンルがあったんですよ。で、そこで
はるかさんがですね、タイムアウトが迫っている中、おもむろにスニーカーを取り上げて、自分の肩にそのスニーカーを右左と片方ずつ乗せたんです。そして上を見上げながら、早く登ってって言ったんです。私この時にね、大爆笑してしまって、それ以来忘れられないんですよね。この人って天才だってその時思ったんですけど、今回の AGI がパッと出てくるところも、その間合いもね、素晴らしいし、やっぱりすごいなって。で、それをさらっと引き出す春菜さんもすごいしね。お二人の掛け合い、ほんと面白いですよね。っていうことで、その AGI ですけど、ハリセンボンさんのお話を聞いていたら、私が昔眼科で AGI 宣告された時のことをまざまざと思い出したので、ちょっとお話ししたいと思います。なんだか最近目の焦点合わないなとか、ピントがずれてるようなものが見づらくなってきたなとか、そんなことを思ってたんです。それでもしばらく病院に行かなかったんです。それはやっぱりさっきの春菜さんのお話じゃないですけど、老眼だったらどうしようっていう焦りとか、いやいやまだ早いだろうと、まだ大丈夫だよと自分に言い聞かせてた受け入れづらい時期っていうのがあったんですね。それでもやっぱりどんどん見づらくなってきちゃったので、ある日とうとう眼科へ行きました。そこの眼科は駅に近いところにあって、利便性がいいのにずいぶん空いてるなぁと思いながら待合室で待ってたんです。ですぐに視力の検査などがありまして、それらが終わった後に診察室で先生に見ていただくという段階になりました。そうしたらその先生がですね、お年の頃は多分50代後半とか60代前半くらいでしょうか、痩せ型の小柄な男の先生でした。その先生が開口一番、老眼ですねってすぐさま言ったんです。不意打ちにガツンと最も心配してたことを言われてしまって、気持ちはへなへなとなってしまったんですけど、それでもね、まだ早いだろうっていう気持ちも若干ありましたので、恐る恐るですね、私まだ40代なんですけどってその時40代でしたから言ってみたんです。そうしたらその先生が 40？ もうそんなの老眼だよ。まだ40って何言ってんの。あんたもういい年なんだから老眼になったって当たり前でしょっておっしゃってびっくりしました。その後もですね、矢継ぎ早に老眼と連呼されていて、それだけならまだ医者として許せたとしてもあんた自分がまだ若いと思ってんのと、十分いい年だよ、老眼なんだよというわけです。まずですね、あんた呼びというのも何事かと思うんですけど、老眼っていうワードを投げつけるような連呼と患者をけなすような物言いとかで黙って聞いてたんですけど、私だんだん腹が立ってきたんです。ずーっとその先生はね、それを独り言のようにカルテに書きながらずーっと言ってるんですね。
で、あれなんでここまで私言われてるんだろうともしかしたらっていう不安を抱えながら来てみたら、やっぱり老眼宣告されて、それだけでダメージ大きいんですけど、そこにさらに年齢の意識についてあまりに雑に扱われてしまったというか、女性としてっていうか、いろんな感情がぐわーっと湧き上がってきてしまったんです。で、その後どうしたかっていうと、私思わず座ってた丸椅子から立ち上がりまして、そんなに何度も老眼って無神経に言わなくたっていいじゃないですか。言うにしたってもっと言い方ってものがあるでしょうって怒って言ってしまったんですいやー、自分でもびっくりなんですけど、そんな風に言ってしまった自分が未だにね、思い返してみてもちょっと信じられないんですけど、その時のこと忘れられないんですよね。私が座っていた椅子はよく診察室にあるキャスターのついた丸椅子だったんですけど、私が立ち上がった瞬間、あまりに勢いよく立ち上がったので、私の後方の診察室の一番奥の扉までシャーッと音を立てて勢いよく走り出したんですそしてそのまま扉にぶつかってトンと音を立てて止まって、今度はその反動でまたこちらに戻ってきたんです。もっと言い方ってものがあるでしょうって言い切った私のところへ、スルスルーっとゆっくりとその丸椅子は戻ってきましたこれはですね、本当なんですよ。すべて実話です。この話を当時の友人にしましたら、みんな大笑いしてました。思わず言い返してしまった自分の失態とか、その丸椅子のこととか、今思い出してみてもね、笑ってしまうんですよね。本当に思わずやりすぎてしまったっていう自分を反省してますし、診察してくださった医師にも申し訳なかったんですけど、このことを思い出すたびに一瞬で変わったその診察室の空気とか緊張感の中で聞こえたシャーっていう音とかいや、もうね、いつまでも笑ってしまうんですよね。裏を返せばそれくらい老眼って最初はなかなか受け入れるのが難しいと言いますか、女性にとっての年齢の壁と言いますか、ナーバスになりがちなんでしょうね。私が思い切り短歌を切った後、その医師はびっくりしたお顔で私を見上げながら口がパクパクしてて少しの沈黙の後、それまでの雑な勢いはどこへやら、今度は静かにお話が始まりました。言い過ぎたというようなお詫びの言葉はなかったですけど、その代わり私も何事もなかったかのように丸椅子に座り直して、はいはいと静かにお返事しながら診察を受け続けました。後でこのお話を友人にした際に、やっぱりその病院は先生の評判があんまり良くないことで有名なんだよと教えてくれました。だから駅近でも空いてたんですかね。もっと早く知りたかったです。世の中にはいい先生がたくさんいらっしゃるのに、たまたまそういう先生に当たって老眼宣告されたっていう、もう何年も前の私の忘れられない思い出です。なのでさっきのハリセンボンさんの言葉、
それは防ぎようがないことで、みんなそうなっていくんだから、せめて怖い名前をやめて素敵な名前にしてみよう。エイジアイってこうやって考えていくってだけでなんだか楽しいですよね。気が楽になるっていう方もいらっしゃると思うんです。私と同じように今現在そのことで悩んでらっしゃる方がいらしたら、エイジアイって思うとちょっとだけ気分が楽になるような、そんな気がしませんか？それほどシリアスにしないで笑い飛ばしながら捉えていくっていうのは大賛成ですね。エイジアイ、積極的に使っていこうと思っています。エイジアイになると何が困るって文字の見えづらさなんですけど、特にね困るのが食品の裏に貼ってある成分表とか、あとね最も手強いのが化粧品についてる色番号とか品番ですよね。もうねあれはどう頑張っても見えないです。スマホで写真を撮ってその写真を拡大して私は確認したりしてるんですけど、家ではねそれでいいんですが、お店でとなりますともうちょっとスマートな確認方法ないでしょうかね。おしゃれなルーペを持ち歩くとか、そういうことも考えた方がいいのかもしれませんよね。衝撃の老眼宣告から数年経ちまして、実は私現在も別の眼科に通ってるんですけど、そこの先生は皆さんいい先生ばかりです。そして昨年お年頃となりまして白内障の手術をしました。その時の様子をおしゃべりしているポッドキャストがあります。シャープ40の白内障手術のお話です。概要欄に添付しておきますので、もしそちらにも興味がありましたらぜひお聞きください。それから先週大阪・関西万博のキャラクターミャクミャクが可愛いっていうお話をポッドキャストでしたんですけど、そうしたらなんとですね、お土産にミャクミャクのぬいぐるみをいただいてしまいました。今私の手元にミャクミャクがいるんです。あまりにタイムリーで先週の今日なのでびっくりなんですけど、やっぱり願望を言葉にすると実現が早いってこういうことなんでしょうか。とにかくありがとうございます。今ねお家に飾ってるんですけど、どこに置いても目立つミャクミャクこのミャクミャクが手に入ったことでちょっと万博熱が沈下してきちゃってるんですけど我が家の万博計画どうなるのかね。なんせ6ヶ月間の開催期間がありますので、この先も見守っていただきたいです。そのお土産のミャクミャクどんなのかっていうのはインスタグラムに載せておきますので、気になった方はそちらも覗いてみてください。ポッドキャスト、YouTube の他に SNS いろいろやっていますので、よかったら遊びに来てください。そしてこの番組が面白かったと思っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。とはいえのボイスパントリー、ここまでお聞きくださってありがとうございました。ではまた次回の配信でお会いいたしましょう。とはいえでした。